くんです。前回の動画で、なぜ韓国人のお医者さんが日本に来たのにつながる話です。今僕は東京で活動されている韓国人形成外科のお医者さんを取材しております。彼はですね、日韓の整形外科の資格があって、両国で、韓国でも手術されてますよね。整形って日韓で何が違うのっていうのが気になって、この回では、韓国と日本の整形の違いについてお聞きしたいと思います。それでは5つの質問でいきます。ペック先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、1つ目の質問が、韓国人と日本人において、整形手術っていうのはどういう意味を持つのか、どう考えますか？韓国では整形が形成手術とかが一般的になっていて、自分の見た目を良くして自分の現れるセルフエクスプレッションだと表現するんですけれども、日本ではセルフセティスファクトリー、自分の満足だと思う人が多いんですよね。そこで大きな差がありまして、韓国の整形手術は若干鼻がすごいこうやってスロープが高くて、そういう鼻もよくやってるし、整形をした感じをバンと出しながら、誰が見ても、その子は絶対整形じゃないと無理という鼻とかを作るのが韓国では普通だとしたら、日本の患者さんは求めがかなりナチュラルなのが好きなんです。例えば最近やった手術で、ちょっとだけは足鼻を残してください。全部カーブとかこうやって滑らかにせずに、韓国人にとってはなんでという音なんですけど、手術した痕跡を残したくないという気持ちだと私は思うんです。短所をちょびっと残してくださいとか。ファッションで言うと、グッチみたいに、僕グチですみたいな人もいれば、日本の場合だと、隠れブランド品みたいな。そうですね。手術だけじゃなくて、日本で今マーケットが一番大きくなっているところは私はプチだと思うんですよね。プチというのは、ヒアルロン酸、フィラー、ボトックス、スキンブースター、肌良くするやつとか、レーザーとか、その領域がダウンタイム少なくて、効果はある程度で、あんまり変わらなくても自分は満足するし、という。やってなさな感じの。そういう感じ。どこかってことですよね。そう、どこかということですよね。韓国と日本で整形しようとするきっかけっていうのにも違いがありますか？韓国では、例えば20歳になったらお母さんが連れてきて、例えば基本の手術が、目頭切開プラス埋没、目を大きくしながら、微縦隔延長しながら鼻筋を作る。それが大学生からは社会生活だと思うから。これ、日本の方々なかなか理解してもらえない。韓国でそれやりたいっていうのは、それをやることによって落とする部分。だって、綺麗な皮膚が目立つじゃないですかね。社会生活するときとか。大学生の時にも、綺麗な人が、何と言ったらいいか、格好浴びたりするじゃないですか。注目浴びたりする。でも日本は、コンプレックスだから、嫌だから、思い切って来る患者さんが多いですね。で、3番目の質問が、整形において、韓国と日本それぞれの強みがあるとしたら、それぞれどんな感じですか？韓国はコスパが良くて、上手な先生が多いです。コスパで言うと、例えば、ボトックス打つとしたら、どれくらいの値段の差がありますか？だいたい 2.5 から3倍ぐらい。2.5 から3倍ぐらい。だから今日本で韓国にこんなに行かれてるのがそれなんですよね。確かに僕も、実はボトックス打ってるんですけども、韓国で行くと1部位に5000円とか、1万円ぐらいのイメージ持っています。私が選ぶボトックスが1部位で1万5000円ぐらいだと思う。なのでだいたい3倍ぐらい。日本は、その高いのはどのような理由ですか？競争が少ない？それは、競争はそこそこ今できたんですけど、薬剤が、例えば韓国であるヒュージェルからのボトックスが日本に来るじゃないですか。そしたら関税、それとこちらで、これを薬価証明書といってというのを通過する手続き、配達、管理とか、高い値段になります。逆に日本の場合だと、日本の強みはどのような点が言えるでしょう？日本はカスタマイズといって、韓国では相談する時間とかが短いと聞いたんですけど、できるだけ患者さんの規模をできるだけ達成できるように頑張る、そういうのがあると思います。確か韓国は工場型回して相談して受付行って相談して手術してクールダウンして受付見てみたいなことを一つ一つ工場型みたいな感じでやったりしますね。面白いのがそれなんですよ。韓国でよくある話が、あるクリニックに行ったらそんな形になるということで、みんな同じ形になったという話あるじゃないですか。
受注者があんまりベストはこうやったら、言ったらダメかもしれませんけど、顔それぞれに合うのよりは決まっている。それをやったら、いいところが何かと言ったら、あんまり失敗しないんですよ。新しい挑戦とかをしないから。ただ、先ほど私がどちらでも難しいと思うよということだけど、例えば、この人は骨を手術するとき、なんかいろいろ変えながらやるのはリスクがちょっとあるんです。決まっているパターンでやるのよりは。なので、そういう面で、日本ではそういう面でカスタマイズ精神が強いということと、これは若干医者ごとの違いだと思うけど、日本の医者の方がもう責任をちゃんと取るというか、問題が生じたりしたら。イメージとして。なんですけど、もう誠意を持って対応してるなという感じがあります。今話聞いて思ったのは、日本に住む方が韓国で手術受けて、もしトラブルが起きた時に大変ですよね。大変です。大変です。行く時には軽い気持ちで行くじゃん。どうせ休みの期間なんですけど、もし副作用ができたら、このために自分の仕事を一応やめて、それと休みを取って、それと周りから非難も、だから安いところとか、韓国、海外で手術受けるんじゃねえよということを言われながら行って、直しても、結果が満足するかしないかわからない。一度ちゃんといかなかった手術が1回目、3回目良くなるので、あるのはあるけど、ないこともあるので、そういうことを考えたら、大きな手術こそ、海外で受けるのとかは若干考え直して、自分の、私は他の日本の先生って正直言って、韓国で行って手術受けるなよとか言ってるけど、私は全く違う考えで、自分が信頼できる先生、自分が信じてる先生、科学だけ見るのはやめて、科学が安いのはプラス要因ぐらいにして、自分が、この先生には任せそう。私のことをすごい理解してくださるという先生にやってもらうのが、それは国関係ない。ただ、そう、問題が生じた時には、そのバックアップができるところが、ちゃんと確保ができるか。というのも一度だけは考えた方がいい。ありがとう。で、4番目の質問。ペク先生でのクリニックでは、この日本と韓国の両方知ってると思うんですけれども、どういった点を差別化しようと思ってますか？韓国で医学部をで、日本でトレーニングを受けて、研修、経済科専門医を取って、韓国でも経験をしてて、両方の長所短所がすごい頭の中で実は見えるんですよ。長所だけこうやって提供してるというのが、うちのクリニックの特徴ですよね。ペク先生は韓国で医学部生時代まで含めると、韓国で10年、日本で10年ぐらいのイメージです。そうですね、大体そんな感じです。あと、昨日まで韓国の形成外科学会みたいな、行かれてる話も聞いたんですけども、最新情報とかでも日韓の違いはあったりしますか？いっぱいあります。韓国の先生が私が行って発表したらすごい質問してるところは、日本の再生医療、幹細胞。うちのクリニックの長所なんですけど、幹細胞提供ができるんですよ。一回培養したら、2億個の細胞を幹細胞注入することができて、実際にアトピとか薄毛とか、それと骨関節炎とか、めっちゃいい結果を出していますので、そういうのが韓国の先生はすごい喜ぶ。これ歴史的な事情ありますよね。某先生が韓国の教授がいて、ファン先生が、その方が詐欺みたいな、なんじゃないかみたいなこと一回炎上して止まって、日本は山中伸弥先生を筆頭にいろんな再生医療が盛んですよね。はい、ありがとうございます。で、次最後の質問ですが、整形するということ、もしくは韓国に整形しに行くことに対してどういうアドバイスをしますか？医者をちゃんと調べた方がいいです。手術とかは長い付き合いが必要だと私は思うんです。一回限りではないですね。うまくいったら一回限りだけど、うまくいかなかったら長い付き合いなので、経過とかをちゃんと見てくださって、分かってくださる先生のところでやった方がいいんじゃないかな。でも消費者側からしたら、どの先生がいい先生か正直分かりづらくて、何かコツとかありますか？アプリ信じないでね。アプリ。安くって科学でこうやって決めるのは一番下手な選び方だと思って、専門に資格があるか、それと症例写真が綺麗なのか、それ3つ目が長くて、一つのところで長くて、そういう診察とか自分が受けようとする分野をやってきたか、そういうのを確認をしてクリニックに行くのが
いいんじゃないかなと思ってます。はい。貴重なお話をありがとうございましたこ。ちらこそありがとうございます。なんか整形手術って聞いたら、値段だけ違うんじゃないのと思ってたんですけれども、違う点があって、それを聞けて嬉しかったです。で、次の動画ではですね、ペク先生は日本で10年近くで住まれていたと思うんですけれども、日本という国をどう感じたのかだったりとか、見ていきたいと思います。ペク先生は東京の BB クリニックで働かれているので、興味のある方は問い合わせしてみてください。以上、パクンでした。アンニョン。ありがとうございます。